さて、今回の動画は、シャイニングの謎に迫るパート3ということで、モナーク計画を中心に話をしたいと思います。前回の動画、シャイニングの謎に迫るパート2では、米ソ間の宇宙開発競争が展開されていたことについてお話ししました。遅れを取ったと感じた当時のアメリカは、ペーパークリック作戦を実行しました。ペーパークリック作戦は、第二次世界大戦後にアメリカが、ナチスドイツの科学者や技術者を極秘裏に自国に移送し、彼らの専門知識を冷戦下の技術開発に利用した計画です。特にロケット技術や兵器開発の分野で活躍した人物が多く含まれました。これにより、米国はソ連との技術競争で優位に立ち、宇宙開発や軍事技術の進展に寄与しました。この作戦には、倫理的な問題も伴い、戦争犯罪に関与した科学者たちが免責されたことが批判されています。ペーパークリック作戦で、アメリカに渡ったナチスの科学者たちの中には、人体実験や心理学に関わった者もいました。後に CIA の MK ウルトラ計画といった極秘プロジェクトに関わったとされる者もいました。MK ウルトラは、マインドコントロールや洗脳技術の研究を目的としており、丸物や心理学的な手法を用いた実験が行われました。MK ウルトラ計画のプログラムはいくつかに分かれます。まず、アルファは、基本的なコントロール人格内の通常のプログラムとして認識されています。極めて優れた記憶保持力、顕著に増強された身体的な強さ、視覚の鋭さが特徴です。次に、ベータですが、性的プログラムと呼ばれ、学習された道徳的信念をすべて排除し、抑制のない原始的な性的本能を刺激します。このレベルでは、猫の人格が現れることがあります。デルタは、殺し屋プログラムとして知られており、もともとは特殊部隊やエリート兵士、デルタフォース、ファーストアースバタリオン、モサドなどの訓練のために開発されました。最適なアドレナリンの分泌と制御された攻撃性が見られます。被験者は恐怖を感じず、任務を非常に体系的に遂行します。シータは、超能力プログラムとみなされます。多世代にわたる、サタニックファミリー出身者、血統者は、非血統者よりもテレパシー能力を持つ傾向があるとされました。他に、オメガ、ガンマなどがありますが、割愛させていただきます。ここで断っておきたいのは、この話は、映画、シャイニングの解釈、解説の一環として引用しているだけであり、特定の組織や団体を批判、中傷する目的ではありません。さて、映画の中に出てくるこちらのシーンをご覧ください。左のポスターに、モナークと書かれています。モナークという名前は王族に由来するのではなく、むしろモナーク朝に由来しています。電気ショックによるトラウマを受ける際、人は頭がふわふわと浮くような感覚を覚えますが、これは蝶のように浮遊する感覚に似ています。また、この美しい昆虫の変容、すなわち毛虫からさなぎ、休眠、非活動期を経て蝶、新たな創造物になり、元の場所に戻るという象徴的な意味合いもあります。この種特有の移動パターンが特徴的です。興味深いのは、モナークバタフライ、日本名はオオカバマダラが毎年、カナダやアメリカ合衆国からメキシコまで約 3000km 以上の距離を渡ることです。この移動は、親から子へと引き継がれる遺伝的なプログラムに基づいて行われるとされています。驚くべきことに、移動に参加するバタフライは、一度もそのルートを通ったことがないにもかかわらず、正確に目的地にたどり着きます。科学者たちは、この移動のメカニズムが遺伝子に組み込まれている可能性が高いと考えており、太陽の位置や地磁気を利用して方向を定める能力もまた、遺伝的に継承されていると見られています。このように、モナークバタフライの移動行動は、親から子へと受け継がれる遺伝情報によって大きく影響されていると考えられています。親から子へと引き継がれる、ジャックとダニーもそうでしょうか。こちらのシーンでは、ウイスキー、ジャック・ダニエルズのボトルが出てきます。ジャックとダニエルズ、ジャックとダニー。ジャックのベッドには、
2001年宇宙の旅の王朝風の白い部屋のベッドと似たデザインがあります。2001のデイビッド船長、アイズワイドシャットのネイサンソン、シャイニングのジャック・トーランス、つながっているように感じるのは私だけでしょうか。この画像、何か王座のようにも見えます。ダビデ王と関係していることを暗示しているようにも取れます。動画の冒頭では、超能力プログラムとされているシータプログラムについて多世代にわたるサタニックファミリー出身者、血統者は非血統者よりもテレパシー能力を持つ傾向があると指摘されています。ダニーがどのようにしてこのシャイニングという超能力を得たのかが理解できましたね。実はジャックにもその能力があることがわかります。食料庫に閉じ込められても鍵が開いて出られたり、オーバールックホテルにいる目に見えない存在と会話ができたり、ウェンディとダニーがいる迷路を上から覗いたり、証拠がいくつもあります。もちろん、息子ほどの能力ではありません。アイズワイドシャットのビルとアリスと同様、シャイニングのジャックとウェンディも一種のマインドコントロールにかかっているというのが私の解釈です。ジャックは言うまでもありませんが、ウェンディもまた頭の中が整理されていないのがこのシーンでわかります。本が乱雑に積み上げられ、あちこちに散乱しています。家事もできていません。缶詰から出して皿に移すだけです。この場面では本のタイトルが見えます。ライ麦畑で捕まえては J.D. サリンジャーによって1951年に発表されたアメリカの小説です。この本は16歳の少年の苦悩や反抗、孤独が描かれています。1980年にビートルズのジョン・レノンを射殺したマーク・デイビッド・チャップマンがこの本を愛読していたことで知られています。チャップマンがジョン・レノンを射殺した動機について、チャップマン自身は神に導かれたものだと主張しましたが、彼が精神的な困難に陥っていたとされています。2つ目の本は、願いの子です。作家、キャサリン・チャッチーによる小説です。この本は、第二次世界大戦中のドイツを舞台に、戦争の影響を受ける子どもたちや家庭を中心に描かれています。物語の語り口は複雑で、真実と虚構が入り混じる中で、読者は登場人物の視点を通じて、戦争の現実を感じ取ることができます。真実と虚構が入り混じる、興味深いですね。アイズワイドシャットの謎に迫るをご覧になった方には復習になりますが、アイズワイドシャットのビルは、もう一人の自分として組織に忠誠を誓い、ニック・ナイチンゲールを捧げるという解釈です。そして、無事に仲間入りとなった暁には、娘ヘレナを組織に捧げるという流れでした。シャイニングでは、大体の流れを踏襲しつつも、微妙に違います。生贄となるのはジャック自身ではないかと思います。それは、息子ダニーのためではないでしょうか。ダニーも、きちんと、教育を受けているのではないかと思います。ジャックは、ダニーに対して儀式を施しているように思えるシーンがあります。ポールが何を暗示しているのか、アイズワイドシャットの謎に迫るパート2をご覧ください。ジャック自身も、ちゃんと、もろくと儀式を行っているようにも見えます。ポールを投げる先が牛の頭です。ウェンディについてですが、こちらのシーンをご覧ください。映画、思い出の夏を2人で見ている場面です。思春期の少年のひと夏の経験を描いた映画ですが、少年が年上の女性と関係を持つという内容です。このシーンでは、逃げ切った2人が熱いキスを交わします。繰り返しになりますが、
組織に捧げられた女性は最終的に性の対象として生きる道しかないというのが私の解釈です。さて、今回の動画でシャイニングシリーズ終了となります。いかがでしたでしょうか。もしよかったらコメント欄で教えてください。ありがとうございました。